守谷絢子さんの衝撃の現在。皆さんは高円宮家の三女、守谷絢子さんをご存知でしょうか。守谷絢子さんは日本の元皇族で、大正天皇のひ孫、徳仁第126代天皇、秋篠宮文仁親王、黒田清子、則宮清子内親王のは子にあたります。今回は、守谷絢子さんの経歴や現在について見ていきます。生い立ち。守谷絢子さんは、高円宮則仁親王と同妃久子の第三子三女として、1990年平成2年9月15日に祖母の高仁親王妃百合子が総裁を務める、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院にて誕生しました。絢子さんの生家である高円宮家は1984年昭和59年12月6日に創設されました。現行の皇室典範の下で、初の次期宮家以外の宮家創設であり、2021年令和3年現在でも、現存する唯一の次期宮家以外の宮家です。現当主は則仁親王妃久子です。1990年11月12日の第125代天皇昭仁当時の即位礼正殿の儀の際には、平成時代最初に誕生した皇族で、当時まだ乳児であった絢子さんも、高円宮夫妻と三姉妹の一家全員の記念写真に収まりました。絢子さんは徳仁第126代天皇、秋篠宮文仁親王、黒田清子、則宮清子内親王のは子にあたります。絢子さんは小等幼稚園に通園し、学習院初等科、女子中等科を経て、2009年平成21年3月に学習院女子高等科を卒業しました。この間、学習院初等科在学中の2002年平成14年10月、父高円宮則仁親王と死別しています。絢子さんは福祉分野に関心があったことから、同年4月に千葉県東金市の城西国際大学福祉総合学部福祉総合学科に進学しました。子ども福祉コースを選択、東京都港区の赤坂御用地の敷地内にある高円宮邸を離れ、城西国際大学から近距離にある東金市内の住宅で共同生活をしました。また、サッカー部のマネージャーを務められました。絢子さんは2010年平成22年9月15日に成年を迎え、天皇昭仁当時から宝冠牡丹賞を賜りました。その後、成年皇族として宮中祭祀や式典にも参列しました。成年皇族として、絢子さんは大学卒業後、保育士の資格と社会福祉士の資格を取得しています。在学中にはカナダに海外研修に行き、カナダの福祉を学習するために現地の高齢者施設やチャイルドケア施設を見学しました。カナダは、絢子さんの父高円宮則仁親王が青年期に留学し、帰国後は日華協会の名誉総裁を長年務めていた縁があります。また、絢子さんは2011年平成23年12月、東金市立東金幼稚園の園児40人をキャンパスに招いて、子供クリスマスパーティー2011を開催し寸劇にも参加しました。2013年平成25年3月、絢子さんは城西国際大学福祉総合学部を卒業します。学部代表として学長より学域を授与され、またサッカー部のマネージャーとしての活動が評価され理事長特別表彰も授与されました。絢子さんは4月から同大学大学院福祉総合研究会進学します。2016年平成28年3月、同大学院を修了し修士福祉社会の学位を授与され、またその修士論文は優秀賞として表彰されました。絢子さんは2017年平成29年6月1日付で城西国際大学福祉総合学部の研究員に就任しました。2017年平成29年12月、絢子さんは日本優先社員で NPO 法人国境なき子供たち理事の森谷聡氏と出会います。福祉を学んできた絢子さんのため、途上国での支援活動を行っている森谷聡氏との交流により、今後の福祉活動の勉強になればとの思いから、聡氏の両親と父であった母久子妃の紹介によるものだそうです。2018年平成30年1月15日、母久子妃が日華協会名誉総裁を退任し、翌日付で絢子さんが名誉総裁に就任しました。成年皇族になってからは、バリバリ公務をされてきたようですね。結婚による皇籍離脱。2018年平成30年4月、絢子さんは森谷聡氏から求婚を受け、受諾しました。同年6月26日に宮内庁は、絢子さんが森谷聡氏と婚約すると発表し、7月2日に正式に内定しました。8月12日に納采の儀が、9月19日に国旗の儀が、それぞれ高円宮邸で行われました。
綾子さんが国旗の儀で着用した橙色のワンピースは、両親の婚約会見の際に母久子妃が着ていたものだそうです。久子妃もきっと嬉しかったでしょうね。10月26日午前、綾子さんの結婚を前に、皇居の賢所皇霊殿神殿に謁するの儀が執り行われ、綾子さんは公地儀と袴におすべらかしの姿で皇室の先祖と神々に対し結婚と皇籍を離れる旨を報告しました。同日午後には、宮殿で天皇皇后に感謝の言葉を伝える朝見の儀に臨んでいます。結婚式は同年10月29日に明治神宮で行われました。宮中三殿と明治神宮での儀式には、祖母の高志神親王妃百合子が義母の貞明皇后大正天皇の皇后から贈られたもので、次子の典子女王千家典子も着用した公地儀と長袴で臨まれました。同日午後に宮内庁職員が婚姻届を提出することに伴い綾子さんは皇家、皇籍離脱し、以後は民間人の森谷綾子となりました。10月30日にはホテルニューオータニ本館あったレアにて、皇太子なる人親王同妃雅子当時を主賓に、三権の長など約70人を招いた結婚披露晩餐会が催されました。結婚にあたっては、法に定められた規定により、国から一時金として1億675万円が綾子さんに支給されました。また、この金額は次子である典子女王千家典子と同額であり、法定上限額です。金額の大きさにびっくりですね。ちなみに綾子さんの夫森谷聡氏ですが、父が元経産官僚、母2015年死去は NPO 法人国境なき子供たちの元専務理事。本人も慶応義塾大学を卒業して日本郵船に勤務と、非の打ちどころのない経歴です。しかも、もともと森谷さんの母と親しかった高円宮妃久子様が取り持った縁ということですから、間違いのないお相手だったのでしょう。お二人の結婚は、いわばパーフェクト婚とも言える刑事です。しかし、綾子様の結婚自体は喜ばしいことですが、一方で、皇室の将来については、深刻な危機が迫っていると感じる方も少なくなかったようです。それは女性皇族が結婚すれば皇族の身分を離れられることになるからです。皇室の構成を見ればわかる通り、綾子様が親戚降下すると、皇室は昭仁天皇を含め、たった18人当時しかいないことになります。しかも昭子様、陽子様、継子様、眞子様、佳子様、愛子様の6人も、今後結婚して皇室を離れる可能性があります。そうなれば、今皇室が抱えている膨大な量の公務を誰が担うのでしょうか。公務を通じて国民に寄り添う姿を見せているからこそ、皇室が国民の象徴たり得るわけです。これ以上の皇族の減少は、象徴天皇制自体の危機を招くと懸念されています。ただ、皇族の危機とは相反して幸せな結婚をされた綾子さん。式後のお二人は報道陣の取材に応じ、綾子様は父と母のような夫婦になれるよう努力していきますと伝えたい。森谷さんは今後ともよろしく見守ってください、と声をかけたいと話されました。綾子さんは親戚降下後、どのような生活をされているのかを見てみましょう。親戚降下後の生活。森谷さん夫妻は、都内のマンションを選ぶ際にある条件を大切にしたと言います。森谷聡さん、綾子さんご夫妻は、即位礼正殿の儀などにも参列しています。場合によっては、モーニングやロングドレスなどを着て皇室の行事に出席する機会があるため、人目についたり近隣の人の迷惑にならないことを重視して、車寄せがある物件などを探したようです。結婚後も皇室の行事に参加されていたご夫妻ですが、綾子さんは親戚降下後、2019年令和元年11月17日、同日午前6時59分に東京都港区の愛育病院にて、第一子となる男児を出産したと宮内庁より発表されました。また、結婚により皇籍離脱した元皇族の女性に子供が誕生するのは、三笠宮貴仁親王と同妃百合子の第二女子である千雅子内親王が第三子継で、佐渡浦千家次期家元の千高文を出産した1990年平成2年以来29年ぶりでした。2022年令和4年9月1日、同日午前3時14分に東京都港区の愛育病院にて第二子となる男児を出産したと、宮内庁より発表されました。お二人のお子さんを出産されていたんですね。そして2023年、コロナ禍の影響で中止が続いていたオール学習院の集いが4月16日、4年ぶりに、学習院の目白キャンパスにて開催されました。幼稚園から大学までの現役生徒や、OB/OG、地域住民などが参加できる大規模な文化祭です。お代替わり前の天皇ご一家は、
この行事にお出ましになるのが恒例でした。当時皇太子だった陛下が、OB 管弦楽団のビオラ奏者として合同演奏会に出演し、現役の管弦楽部メンバーだった愛子さまと共演されたこともありました。愛子さまは、中高時代、オール学習院の集いで弾けた笑顔をお見せになっていました。語学友と学食を召し上がったり、駆け足でスタンプラリーを楽しまれたり、自然体のお姿が、たびたびメディアに報じられてきました。しかし、2023年は、ご一家はお出ましになりませんでした。ご一家が学習院のキャンパスへお出ましになれば、人だかりができてしまいます。コロナ禍が完全に収束したとは言えませんし、慎重に判断されたのでは、と言われています。一方で紺のワンピースと水色のシャツの重ね着スタイルに、黒の革靴を履いて現れたのは、綾子さんです。綾子さんは当時3歳になった長男を連れ、日本のベビー用品メーカーアップリカのベビーカーを押していたそうですが、そこに乗っていたのは2022年9月に誕生した第2子。多くの人が集まる場所に次男を連れてきたのは初めてだったようです。綾子さんが到着したのは、午前10時30分頃。以前は、ご自身も手伝っていた縁日コーナーを訪れると、ご友人たちと談笑されていたようです。その後は、知人親子と共に学内を散策されていました。野外ステージでのジャズの演奏に耳を傾けたり、会員であった学習院沼津遊泳会のブースに顔を出し、マスクを外しての記念撮影に応じる一幕もあったそうです。ママ友がいらっしゃるようですね。綾子さんは愛子様がいらっしゃる時は必ず巡られていたアイメイト協会による盲導犬体験ブースや、移動水族館にも立ち寄られていました。移動中には、すれ違うご友人や旧知の学習院関係者に、綾子さんと、何度も呼び止められていたそうです。綾子さんのお人柄の良さが伺えます。そして挨拶も一段落すると、綾子さんはマドレーヌなどを販売する花見茶屋で少し休憩されました。お昼時、模擬店のエリアで焼きそばを並んで購入していたそうです。その後、木陰のベンチにご長男を座らせ、ご自身は立ったままで焼きそばを食べさせる姿が多くの方に見られていました。昼食を終え、綾子さんは再び校内を巡った後は100周年記念会館へ向かわれました。友人たちとの会話に花が咲いたのでしょう。一緒に写真を撮りながら1時間ほど滞在していたようです。さらに学内を一周してから、綾子さんが再び100周年記念会館に戻ると、そこには夫である森谷聡氏の姿があったそうです。その後は家族4人で学内を歩いていたようですが、そこで突然の雨が降り始めました。そこに居合わせた男性によると、ご一家は遊泳会のテントでしばらく雨宿りしながら、聡さんも含めて遊泳会の人たちと会話していたそうです。そして雨が止むと、夫婦で縁日エリアに移動して、知人らしき人物と仲良く談笑していました。綾子さんは抱っこ紐で次男を抱いて、時折あやしながら会話を続けていました。イベント終了30分前の午後3時30分頃に学習院大を後にされたようです。二人の子供を連れ、学内を歩き回るのは疲れるはずですが、そんな様子もなく、終始、笑顔だった綾子さん。綾子さんの様子を見ると、本当にお人柄が良く、そしてご友人との関係も良く、子育ても順調なママさんをされているのがわかりますね。ご夫婦仲も良い様子が伝わってきます。そして2024年5月10日、宮内庁は綾子さんが第3子となる男児を出産した、と発表しました。同庁によると、綾子さんは同日午前11時48分、東京都内の病院で出産しました。母子ともに健康だと言います。そして今回誕生した男児は久子妃にとって3人目の孫となります。おめでたい話ですね。ここまでで、高円宮家の三女、森谷綾子さんの経歴やご結婚後の生活などを紹介しましたが、あなたはこの動画を見てどう思いましたか？振り返りになりますが、綾子さんとご主人森谷聡氏が婚約内定記者会見で語られていた、家族観が思い出されます。当時の綾子さんは、このようにお話しされていました。ありきたりなお答えかもしれませんが、笑いの絶えない明るい家庭を築いていきたいと思っております。私は父を、森谷さんはお母様を、とそれぞれかけがえのない家族を突然失った経験を持ちますので、今日あることが明日も必ずあるわけではないという共通の認識を持っております。日常に慣れすぎず、日々の何気ない出来事にも喜びや楽しさを二人できちんと感じていきたいと思っております。そして記者からのご結婚の意思を、それぞれのご家族にどのようにお伝えになり、どのようなお言葉がありましたか？綾子様はお父様を、森谷さんはお母様を亡くされていますが、
婚約内定にあたりご両親にどのような言葉を伝えたいと思われますかという質問に対しては、このようにお答えになられています。母からの紹介ということもあり、折に触れて母には報告をしておりましたので、改めて何か結婚の意思を伝えるということはいたしませんでした。また当初より結婚を前提としたお付き合いと考えておりましたので、自然な流れで家族にも合わせて、父には温かく見守ってくださるようお願いいたしました。そして夫の森谷聡氏もこのように答えています。綾子様と家庭を築きたい旨、家族に報告しましたところ、当初は大変に驚いておりましたけれども、その後おめでとう。手を取り合って幸せな家庭を築くようにという言葉がありました。綾子様との出会いに関しましては、私は家族、また関係する皆様に繋いでいただいたご縁だと、そのように信じておりますので、ありがとうございます。このご縁を大切にして参りますと、そのように伝えました。そして式後の取材では、手を取り合って前を向いて笑顔の絶えない家庭を築いて参りたい、と抱負を語られています。まさに今、それが実現されているのではないでしょうか。森谷聡氏が務める日本郵船は働き方改革として、ワーク、仕事とライフ、生活双方の充実を求める、ワークライフインテグレーションを提唱しており、子育てや介護に関する制度を充実させています。子育てにおいても、夫婦で協力する体制が取りやすいようです。理想の家庭像としましては、笑いの絶えない明るい家庭というものでございますけれども、何よりお互い尊敬のし合える形でいたいと、そのように考えておりますと、森谷聡氏が語っていたように、ますます幸せな家庭を築いているに違いないでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録お願いします。